夢日記。同級生にめちゃくちゃ合う夢。気がつくと明日から長期休暇という概念が頭の中を占めていた。自分はいつの間にか実家にいて、何度も脱皮的なことを繰り返した。脱皮は息が詰まるような苦しさだった記憶はあるが、具体的にどのようなことをしたのかは忘れてしまった。何度目かの脱皮が終わると、長いはずだった長期休暇も残り1日だけになってしまっていて、自分は少し遠出をして、千葉県にある巨大ショッピングモールまで足を運ぶことにした。茨城から千葉への移動自体は、移動したという概念と引き換えに一瞬で終わり、モールの中を目的もなく歩いていると、催事コーナーに巨大なテントが張ってあるのが見えた。興味本位でそこに近づこうとすると、服にやたらと十徳ナイフとかコンパスとか、その他もろもろ、非常用グッズを身につけた男が、目の前に立ちふさがった。自分はその男の顔を見てみると、専門学生時代の同級生の30代前半男性の F 君だった。自分は懐かしさのあまり、おお、F 君久しぶりだね。いや、自分が千葉県に来るのなんてめったにないのにすごい偶然だね。いや、ほんとびっくりしちゃった。なんてことを F 君に話していると、横から誰かが近づいてきて、その人は専門学生時代の同級生の40代後半男性の K さんだった。K さん、どうしたんですか？こんなことってあるんですね。F 君だけじゃなくて K さんもいるなんて恐ろしい偶然ですね。なんて言っていると、遠くから小さい女性がパタパタと走りながらやってくるのが見えた。その人もまた、専門学生時代の同級生の20代前半女性の R さんで、R さんまで、こんなことってありえるんですか？ほんとびっくり、ほんとびっくり。嘘と一人でテンションが上がって話していたが、3人ともほぼノーリアクションでエスカレーターを上がっていくので、自分もそれに続いてエスカレーターに乗ったら記憶が一度途切れた。次に気がつくと、長い坂道沿いに家が立ち並ぶ住宅街にいた。その時には、頭の中に学校の文化祭の手伝いで来ているという概念があり、坂道を30メートルぐらい登ると、個人の家の庭で模擬店が開かれていた。出入り口の一番近くでは赤いハッピを着た男女が呼び込みをしていて、すでに近所の人たちが家族連れで来ていて盛況な様子だった。自分は一応スタッフというつもりだったので、こんにちは、こんにちは、と来客者に愛想を振りまきながら、庭の奥の方まで進んでいくと、途中にあった模擬店の中に、大きい袋に入った酒粕を10円で売っているお店を発見した。うわぁ。これは安いな。母ちゃんに買いに来いってメールしとかなきゃ、と考えていたら、目が覚めました。最後まで見てくれてありがとう。また見てね。チャンネル登録お願いします。